アニメバスタード暗黒の破壊神アニメ配信開始記念特番。さあ皆さんこんにちは。この番組の MC を務めさせていただきますガラ役の安本博樹と申します。よろしくお願いします。さあ今回で一応特番という形のものなんだと第2弾ということでございます。今年の2月にはアニメ化決定特番が配信されました。そしてなんとですね、前回の YouTube を見ていたらですね、字幕がついていました。英語字幕がついていたので今少しだけすでにマイナーチェンジをしております。僕ちっちゃい頃からずっとバスタードって呼んでたんですけど、はい、正しい英語はバスタードだと思って急に変えてます。俺実は今日の2本目の取材で気づいて、そこから俺もバスタードってするようにしてる。もうバスタードだと思い込んでる。そうだ、ちっちゃい頃そうだったんですよね。もうずっと染みついてるからね。なんなら私が今日バスタードって言ったやつがなんかどっかで配信されます。どっちで読んでもいいです。正解などありません。ただなんとなくそういう風にしてるだけなんでね、はい、皆さんの思ってるように通りの読み方をしてください。そして今日も多分この放送中でもですね、どっちも乱立すると思います。気にせず見てください。お願いいたします。さあというわけでございまして、本日のもうね、先ほども言いましたけど、おそらく翻訳されて世界中の方々に見ていただくことができるであろうと思いますから、発言にはある程度気をつけていきましょう。杉田さん。はい。杉田君が入っていってくれたらもう安心だ。翻訳するのに一番嫌われるのは何か。何ですか？ダジャレだって。確かにね、日本語とはニュアンスが違うからね。布団が吹っ飛んだみたいな。のをどうやって翻訳するかわからないっていうのに、確かにね。あなた方もアメリカンジョークっていうのがあるじゃねえかって喧嘩になった人がいた。喧嘩しちゃダメ。穏やかにしてますからね。今日喧嘩なしでお届けしたいと思いますが。さあ先日6月30日からネットフリックスにて第1話から第13話が全世界配信中ということで、今回は出演キャストが一度に会して作品の魅力を語り尽くしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。13話までのネタバレはガンガンやっていきます。ですのでアニメをまだご覧になっていないという方はですね、今すぐこちらの配信を止めてください。そして今すぐネットフリックスを立ち上げ、バスタードをですね、1話から13話まで見てからこちらに戻ってきてください。お願いいたします。はい。というわけでじゃあ早速進めていきたいと思いますが、まずはキャストの皆様のご紹介をさせていただきます。まずはこちらの方、谷山さんお願いします。はい、皆様ごきげんよう。ダークシュナイダー役の谷山紀章です。お願いします。はい、お願いします。はい、続いてひかささん。はい。アロハ。アーシェスネイ役のひかさようこです。はい。どうしましょう。今の滑ったのはどうやって翻訳されるんでしょうか。心配ですけれども杉田さんお願いします。埼玉県出身、アビゲイル役杉田智和です。30年ぐらいバスタードだって言い続けてきたんで、今日うまく言える自信がありません。だよね、俺もそう。よろしくお願いします。お願いします。多分今友和杉田 from 埼玉って書いたんだよね。さあ続きまして松岡さん。はい、皆さんこんにちは。僕もずっとバスタードだと思っていました。まさかのバスタード、今後言える気がしません。はい、ラーズ役の松岡一です。はい、お願いします。まあ言うてもね、30年間ぐらいずっとバスタードって言ってましたからね、我々。ふと気づいちゃっただけなんですよ、ね。染みついちゃってんの。まあ気にせずに皆さんどっち乱立してるけど気にしないで言ってください。あと皆さんも呼びたいように呼んでください。はい、お願いいたします。谷山さん、ひかさん、そして私は前回の配信に続いての出演でございます。はい。谷山さんなんか前回の思い出とかありますか？前回は撮ったね。いやー撮ったね、前回はね。覚えてねえな。忘れた。ともりるがいた、ともりる。そう。陽子さんがいた。そうなんですよ。今日ちょっとタモリいないんですけど。4人なんだよ。そうなんですよ。可愛い方の陽子さんじゃない陽子さんがいます。陽子だぞ。いやこれ半分ともりがいると思って。これはきついですね。いやきついっす。あと今俺可愛い方じゃないって言ったのに対してまず怒ってほしかった。なんで受け止めちゃったんだよ。受け入れちゃったよ。そう、受け入れ体質なんですよ。陽子さんはどうですか？陽子さんは覚えてますか？2月のやつ。はい。まあともりがいないのはちょっと寂しいですし、まあ今日女子一人なので精一杯。まあともりの分と、あと一度も出たことがないんですけど、シーラ役の遠山奈緒ちゃんの分まで女子を代表して今日は精一杯
戦っていきたいと。余計なことすんじゃねえぞ。かかり気味の低さが一番怖いんだ。大丈夫そうですか。かかってはいない。かかって大丈夫です、あ大丈夫です。頑張りたいと思います。はい、はい。というわけでございまして、こちらのね、我々3人は前回に引き続きでございますが、今回杉田智和さん、そして松岡義嗣さんが初登場ということでございますが、杉田さん意気込みをお願いします。はい。もう凄まじい覚悟のもとにですね。それこそダムドオアダイぐらいの勢いで。どういうこと？なんで何せよ爆ラム発する。は大につながるよ。こうと思います。翻訳されるのにさっきから固有名詞とか地名とか言いまくってるのはわざとです。でしょうね。挑戦ですね。こういう立ち回りこそアビゲールかなとは思います。はい。あとは松岡君が何とかしてくれます。はい、というわけでございまして、松岡さんもどうですか？頑張ります。はい、シンプル。今日はね、こういったメンバーでお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回の特番はいろいろな企画がてんこ盛りです。作品紹介だけではなく企画コーナーもございますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さていきますよ。バスタード暗黒の破壊神は週刊少年ジャンプで1988年から連載されすごいですね、やっぱり歴史ある、累計発行部数はなんと3000万部を超えたダークファンタジー漫画の金字塔です。今80年代昭和レトロブーム、まあ結構ね日本ではそういうことが起きてるんですよ。昭和レトロブームでございますので、ここで1988年の当時のトレンドをちょっと見てみましょうということでございますが、すごいですね。いきなり青函トンネルって比較的最近なんですね。やっぱこうやってですね。瀬戸大橋もそれでいうとこの年なんだってね。それまでだからもう船で行き来が当たり前だったっていうことですよね。すごいですよね。昭和の最後に駆け込んだねこれ。やってやるぜって頑張って作ってくださるんですね。なんか当たり前に今あるものがこの80年代できてるんですね。東京ドームだってね。そうだね。そうですよね。ここでボーイが解散コンサートやりましたから。はいはいはい。ラストギグスを。ラストギグをね。これ88年、まあ杉田君とか僕とか師匠さんはもうある程度僕中1でした。おじさんだから全然記憶がぎっちりあるじゃん。義継が一番若いこんなから2歳ですね。2歳。86年86世代。86だった。86だった。86世代ですね。こっちやってました。そうか、じゃあ義継は当然バスタードは後付けで知ったって感じだね。僕中学生ですね。どうやらすごいのがあるらしいぞと。そうです。で振り返ってみてすごかったと。やばかったですね、やっぱり。義継は若いのに古いのものすごくよく知ってるじゃない。ああ、そうですね。結構掘り下げていく型オタクだったの。なんかそういった無駄な知識を無駄ではない。無駄じゃないいろんな知識を収集していくのが好きで、だからずーっとなんかトリビアとか見てました。はい、ああなるほどね。でもさ、松岡君世代でも中学の時にバスタードに会うわけでしょ。俺なんかリアルタイム中学生だったけど、やっぱすごかったんじゃない？中学でバスタードに出会っちゃうと。いや、そうですね。なんかやっぱりこうものすごく刺さるじゃないですか、バスタードって。なんかこう言ってみればこう王道なんだけど、ちょっとなんかこうなんだ松岡さん世代でもそういうちょっとやっぱ思うわけですね。そうね。思春期というやつにはね。抗えないですからね。ここは使えるかどうかわからないけど、だって合法で手に入るホニャララ本みたいなテンションありますから。なかなか語弊を恐れずに言いましたね。うまく言えないんですけど。語弊を多分に含んでると思います。うまく言えないんですけど、そういうテンション。週刊誌でやってました。そうなんですよ。何も悪いことしてないですよ。少年って書いてあるんです。週刊少年ジャンプ。何も悪いことしてないはずなのになぜかちょっとそういうシーンが強めの感だけはお母さんに見つからない場所に隠すっていうのが一気に価値観とかね、本当変えさせられたんですよね。我々にとって非常に大きな成長の一助になっておりますが、まさにジャンプさせていただいた気がしますよね、この作品でね。これは杉田さん、あなたもゴリゴリでしょ。うるさいな。そうだよ。なんか拾われてました。ジャンプしちゃったんだよ、いろんなもんが。何がジャンプしたんですか。見ていろんな。全部言うぞ、大丈夫か。お前がそんな言うんだったら俺たちは全部言うけど大丈夫か。全部説明しようか。全部言うぞ。大丈夫か。なんで私当時の青少年のいろんなものがジャンプしちゃったんだ。全部言うぞ。だって今から話す話、そういう話だよ。いや、でも、だから当時8歳とかで小学生でしたけど、やっぱり上に兄弟がいたりいとこがいたりすると、なんか週刊少年ジャンプで満足しない俺は他とちょっと違うぜ感を出すときにやっぱりバスタードって選ばれる漫画なんですよ。なるほど。で単行本が置いてあって、今でも忘れない運命の2巻。とんでもねえことになっているが何が一体起きてるんだって小学生の僕は分かんなかった。そういうことなんだけど大丈夫。そういうのどんどん言ってくださいよ。私結構好きです。ああ、バカバカ。
こちらね、それでその88年というところからの連載が開始された作品ですが、松岡さんは当時2歳だったということですけど、なんとこちらの作品に出演が決まった時、公式のコメントでハロウィーンを唱えてましたと。やっちゃいましたね、ちょっとあれはもう。どういうこと暗記してたパターンね。暗記したんですよ、もう。あ大体のこうバスタードの中でうん出てくる呪文詠唱を暗記するっていうのをあったあった、我々もやっぱサウザードクロロードとかね、そうそう地の底に眠りし地獄の豪快とかでしょ。いまだに覚えてる。わかるわかる。でもそれを言ってしまったことによって仮にうんバスタード知らない方からすると、うん。ある種これネタバレに近いんじゃないかなって思ってしまったんですよね後で、あやってしまったなあ。いや全然大丈夫でしょ。そんなことない。大丈夫ですか。むしろ我々世代がそれを暗唱している君を見てどうしようと思ったと思う。そうまた松岡すぐ男性支持層がグンって上がる。そうです。そうですか。いっぱいドキドキした。いっぱいドキドキ。はいやっぱりみんながいっぱいドキドキする作品ですからね。よろしくお願いいたします。さあ、そんな多くのファンがアニメ化を望んでいた名作でございますが、作品を手掛けるスタッフ陣もすごいことになってますよということで、こちら見ていきましょう。はい。監督は尾崎貴治さん、清水構成は黒田洋介さん、キャよっラクターデザインが小野さやかさん、音響監督は海老名康則さん、全部ひらがな。そして音楽が高梨康晴さんですね。そしてアニメーション制作がライデンフィルムと。はい。ということでございます。お強い方々です。豪華ですねいろんな作品の名前見る方々でございますよ。特に監督はですね、この作品に対する愛がえげつないですから。うん触ってきます。熱い思いをね語ってくれましたよね、初回の前の最初の配信で、配信でもね、スライムを描くたびに俺はもうこのアニメーターになったと言っても過言じゃないぐらい。おっしゃってそんなねスライムにかけてる。身も蓋もないことをおっしゃってますねそれぐらいあそこのねシーンに全てを注ぐ。スライムとか触手にこだわりがあるってことでしょ。そうです。 1988年か。あれ。あ、やめろやめろ完どうするん全に P ですかこれ。完全に P だぞ今のは。今のダメだって入ってるよ。もう確かその辺だった気がする。わかるけどダメ。わかるよ、雑誌の裏表紙とかにちょっと書いてあるちょっとエッチなやつな。そうね。それはちょっとエッチなアニメな。他と違う感を出すのはやはりここなんじゃない。やっぱ年齢が届かなかったダメ当時の過ぎた少年はまだ見れないはずだからきっと大人になってから見たんだろうね。大人になってから見ましたよね。こちらのね、熱いスタッフで作る作品でございますが、スタッフだけじゃなくて当然作品キャラクターも熱いということで、キャラクターの相関図を用意したのでちょっと見てみましょう。こんな感じよいです。出るかな、出た。はい、こちら主人公チームといいますか、メタリカーナ、ダークシュナイダーさん、そしてティアノとヨーコさん、そしてシーラさんですね。こちらの3人がなんか三角関係のようなそうじゃないようなの雰囲気を醸し出しているところにですね、四天王こちらが現れます。こちらの四天王にガラさん、私がやってるガラさんとヒカさんがやってるネイさんがいますね。そしてあとはアビゲール、杉田さんがやってるアビゲールと、親分格のカルスがいます。ということでございますが、ここにですね、もう13話もまだみんな見てるもんね。いろいろあってこのガラさんとネイさんがダークシュナイダーと一緒に行動するようになります。そうすると、はい、ヨーコさんいます。はい、シーラさんいます。はい、ネイさんいます。大変なことになります。そういうね、ラブコメ的なところもですね、見どころの一つではないかなと思いますが、シーラさんがちょっと一歩引いたところに行くんですわ。でもそれもなんかね、奥ゆかしくてね、興奮するんですよ。興奮する。興奮するんですよ。シーラ姫ですよね、興奮するよねやっぱね、なんか姫という立ち位置なのにっていうのがね。興奮したなシーラね、あと陽子さんを助けに行く時にもね、シーラさんついていくんだけどね。そうですよね。その時にダークシュナイダーがシーラさん一人だとちょっと遅いから担ぐんですけど、そうですね、担ぎ方合ってます？いや、担ぎ方をねここに、すごかったですよね。俺今まで人生で見たことがない担ぎ方をしてましたね。いやもうすごいですよ、バスタードも担ぎ方でさえこのパイオニア的なことをね新たなパイオニアを提示するわけですね。はい、そして他にもこの機動三人衆ですね、みんな大好きシンハリ、そしてカイ、そしてダイヤもみんな大好き、みんなもっと大好きダイヤも。やったそして全ての元凶なのか何なのかまだね、はっきりとは分かっておりません。このアンスラタックス、まさかここに小山真美子いやー、すごいですよ驚きですね。よ。あとは注目はね、もう言わずもがなシンハリのシーンは本当注目なんですけど、それ以上にやっぱね、このダイアモンですね、こちらはもう小安さんですから、はちゃめちゃですよ。
開演やったー。いやーすごかったです。開演されてます本ね。当ね、皆さんのところに本当はちゃめちゃが押し寄せてきます。ぜひこちらも見ていただきたいなと思いますが、以上キャラクター相関図のご紹介でした。さあキャラクターを知っていただいた後は物語の見どころについてご紹介していきましょう。まずは松岡さんがセレクトしてくれたシーン、こちらを見ていきたいと思います。じゃあ松岡さん V 振りお願いしてもいいですか。はい。あぎゃ。油断するな。その女は魔法剣士だぞ。神田、ロエストラタ、アマソトス、イグエラトス、呼んでルッツ。タラス。うお配信になってく。なっちゃう。いい腕してる。服も体も血も肉も石の彫像と化して風雨にさらされるのだ。永久にな。お前の無敵伝説も今終わる。この俺が石になったらさぞかし美しい彫像がそっちの発想なんだ。そこで戻ってくる。緊張感があるようでないっていうこの落差がね、またバスターどっちだのね。やっぱ一つの魅力ですけどダークシュナイダーっぽいですよね。うん。ああ、今のこのままではっていうところのええオチとしてのええさぞ美しいっていうところが松岡君の選んだ見どころの。いや本当ですよ。僕原作でもあったうん。やり直しを要求するっていう。確かにね。ああ、面白いね、確かにね。まあ、ラーズとダークシュライトが一緒に行動するようになってまあ、ラーズさんはね普通の人にはアギャアギャしか聞こえないけれども、えうん。まあ、テレパシー的な感じで会話をするじゃないですか、うんそうですよね。あれがなんかもう漫才みたいになってますよね。いやそうね。うん。でもなかなかあれだよね、アフレコの時は一緒には取れ撮れなかったんだそうかよね。全世界的なコロナ禍がありましたから。そうですね、うん。そうなんだよね。あれやっぱもうちょっと絡んでいきたかったな。うん、松岡君のラーズと。そしてそのラーズですけどなんと可愛いと評判だと。まあ女性キャストスタッフから人気と書いてありますが、これ女性キャスト今日唯一あなたしかいないんで聞きますけど、本当ですか。いや可愛いですよね。はい可愛い。ただなんか私がうんそのアフレコの時に思っていたラーズのサイズ感より、はい。完成した絵を見てなんか10倍ぐらいでかいなって思いました。あ、もっとちっちゃいともっとちっちゃいと思ってあーなるて、なんか結構松岡君もお芝居的にもアギャアギャをちょっと可愛い感じでうんこうお芝居されてたんで、なんか勝手にもうちょっとマスコットキャラみたいな、もうこのくらいのサイズ感、そう妖精ぐらいのサイズ感だと思ってたら、なんか結構でかいなみたいな、ダッシュの半分ぐらいあるなみたいなので、そんなある3分の1ぐらいですかね。あ、見てごらん、もっとちっちゃいから。盛るね。いや絶対盛りがちじゃない君は。絶対もっとでかかったこれ。これちょっとね小さくしたよ。いやいや、何の意図があってる。俺自分の都合だけで喋ってるじゃないかよ。イメージよりはってことなんだ。そうですね。だからなんかこう何かまだ秘密があるんじゃないかってちょっと私は思っちゃいますね。でも確かアニにでもメーションのところまでしか知らないので。松岡君の声の幅の一番可愛いとこ使ってるから、なんか確かに嫉妬しちゃうよね。みんなから可愛いって言われてるそう感じ。なんですよ。うんでも事実可愛いですか。可愛いんだよ。松岡君今日の服の色ちょっとラーズを意識したんでしょう。スタイリストさん？これ己のラーズのラーズの色と合わせたんでしょだとしたら今日の服は。確かにスタイリストさんファイン完プレーだよ。璧ですね。そうだって。ありがとうございます。理解してくださ最初お茶漬け海苔だと思ったら違った。お茶祈りだと思う。最初。逆になんか随分な味が濃いお茶漬け今日なんか美味しそうだなと思ったら。ほら、そうラーズの色ですよ。可マ愛い。ジですか可愛い。せめてガリガリ君とか。でもまあこれどうやってその翻訳するんだろうね本当に言いましたけど、確ラーズさんにはねちゃんと秘密があります。それがどこまでねこのアニメシリーズで表現できるかわかりませんけれどもね、この先も楽しみに見ていただければなと思います。はいさあ続きまして杉田さん、あなたのセレクトシーンいきます。V 振りお願いします。ではこちらの VTR をご覧ください。声優さんだね。やっすごぱね。い。そう今本当アビゲイルの声だね。土下座えもん。この担ぎ方、この担ぎ方。これだ。ダーシカツ。土下座やもんか。出たな土下座えもアンスラサックスの活性化で次元間の通路が広がっちまったのか。全然聞こえない。いたずらにケツを見せてくれる。あ、このケツはいいね。
それだよな。はい。漫画でもというわけでこのケツは椎名様の尻から杉田君にカメラが変わりましたが、こちらの選んだ理由はごめんねあれですか、お尻ですか、それとも土下座衛門ですか。いやケツの明けで、いやまた俺で行っちゃったねっていじり岡田さんみたいな。あれも88年ぐらいだよね。確かに。まあまあそうかもしれない。これですね。後半ぐらいこれですね。それをちょっと思い出しましたけども、ねえ、土下座衛門、はい。土下座衛門だって思ってたんで、はい。例えば別のゲームとかはいはい。で遊んでると似たやつが出てきた時に「あ、土下座衛門だ!」って言ってなるほどね。割と「お前何言ってんのか?」って「いやバスタードバスタード」って言って確かにうんちくって書いてあそうそうそうってクリーチャーとかの宣伝とかが隅っこに出てくるんですよ、バスタードの原作って。そうそれで普通になんかデビルなんとかみたいな名前なのかなと思ったらうんちく鈴木土下座衛門って書いてある。そんなバカなってみんなが思う。まだもう土下座衛門チョップとかそういうやつだったね。なんで和名なんですかね。アニメでまあちょっと訳ありみたいですけどね。でもアニメになった時にあれどういう風になるのか、ちゃんと鈴木土下座衛門がってセリフでありましたからね。そう言ってましたよね。ちゃんと土下座衛門であることをみんなに伝えたくてね、うんしょうがないです。アニメになったこだわりでしょうね時どうなるかっていうのをずっと気になってたんで、あ、土下座衛門だよかったと思って。そしてそうですね。そしてまさかのですね、アビゲイルのシーンじゃなかったんですけれども、本当だよね。アビゲイルについてもちょっとお伺いしたいんですけど、アビゲイルいかがですか？アビゲイルはもう破格の扱いです本当に。はいはい当時漫画を読んでた時から思いましたけども、よくねこういうごつい悪いやつはグッズに絶対なんねえだろうなとか言う人いますけども、まあ実際ならないよ。なんで？まあ大抵カルスとかなるんですけど、それはかっこいいからね。かっこいいからでも僕は個人的にああいう独特の立ち回りをするキャラ大好きなんで、ね、もうオーディションでバスタードアニメになりますって言った時に何を受けたいかって言ったらアビゲイルって言ったもん。すごいいいもんだって杉田君のアビゲイル。いやいやありがとうございます。じゃあ続きまして、ひかささん、あなたのセレクトシーンいきましょう。V フォリお願い。はい。VTR バルボルト。よろしい、君だけは助けよう。だが他の連中はここで死ね。お前たちには貸しはあっても借りはねえ。ルーシェ、こらいい加減にしないか。ケチ、猿、冷血漢、君ってそんなやつだったのかよ。ともりちゃんの声って品があるから、もう絶好だ。ちょうどよく友人でも何でもないぞ。罵倒してもこれからは絶対かばってあげないぞ。ご褒美罵倒他人だぞ。何よその目は。僕に逆らう気か。ああ、しょうがない。君には随分借りがあるしな。可愛い。わ君にっかってたよいうのね。やるよ。本当？君やっぱりルーシェ君だわ。よかった。頑張るんだぞ。君って言うんだね。さあ、まさかここもネイではないシーンでございます。そうなんです。ごめんなさい。でもここは何が好きだったの？いやなんかやっぱダッシュってなんか私のこのイメージ、やっぱバスタードのイメージはやっぱダッシュでダッシュってすごいなんか怖いキャラクターのイメージを勝手に見る前持ってたんですよ。そのダッシュがなんか陽子に来られてこらーって怒られるとこうキャイーンってなってワンワンとかやったから言ったりするところがすごい可愛くて、それまた岸尾さんがすごくなんかチャーミングに演じてくださってたのでチャーミングにね。チャーミングに演じて可愛げがあるはい男なんでね、僕は。そうすごいそのシーンがすごい好きで毎回癒されます。ね、しかもね、今陽子さんの声聞こえたけど、やっぱ陽子さんの声は本当に若いこう綺麗な声プラスどっか品がありますね。そうだね、ともりちゃんの声は。じゃあメイはひかさんはいろいろ経験してそぎ落とされたソリッドな女性の声です。紆余曲折を経た女性の声です。戦いの戦闘の声戦場の声でもともりちゃんの声はやっぱおもろいし合ってるなと思うし、なんかいやすごい合あんなにってますよねボロクソに言われてもなんか本当に嫌な気がしないというか。そうそこがすごいところなんですよね。ひかささんに言われたらへこみそうだもんね。だから逆にあんたやめおいこらってなる。いやでもそれ以上の圧で返すかもしれない。なりでもね、陽子さんも可愛らしいからね、陽子さんすごいにチェックしてい可愛らしただければかったです。と思います。はい、まあ、ひかさん安心してください。ひかさんがネイについて喋る場所はちゃんと用意してありますんで。頼みますよちょっと待っててくださいね。待ってますよ。じゃあ次いきますね。続いて私が選んだシーンです。こちらでございます。じゃあ V フリ自分にしましょう。
VTR 村雨ブレードよっあ、本当に村雨紫ブレードって言ってる。ここの中でダークライダーっていうのシーンが可愛いんですよ、忍者軍団。得意の呪文を捉えてみろ。ダッシュ大きいけどガラとやっぱ対峙するとガラめっちゃでかいっすね。2メートルあるかな。ダークがね192センチ。ベロン。どっちも手がダメ。私このうわーっていう時の安本さんのすごい体でそんな呪文を使い切れる。うわーっていうなんかすごいめちゃくちゃ良かった。だけ散れダークスライダー無敵の伝説とともに。はい、こちらを見ていただきました。まあ一応やっぱりでも自分からというところから見てダークシュナイダーと戦ったっていうところはすごく印象深く、まあその先のね話も僕はまあ当然原作読んでたから知ってたんですけれども、多分柄自体はダークシュナイダーと戦うのをちょっと楽しみにしてた節もあって、そういうのがちょっとでもにじみ出たらいいなと思いながらやったのをすごく覚えてますね。でここは一緒に撮れましたもんね。そうですね。まんまとおびきをされましたね。はい。徐々にガラーてめえはーというところまで。しかも怒らせるためにねスライムをけしかけてました。スライム。だからここがないと伝説のシーンはなかったっていうことですね。ここがないと監督がこの作品作ってなかった。ガラ様々なんです。ガラがダーシュをその気にさせてくれたというね。はい。ひいてはもうスライムの伝説につながるということで、なかなかね強烈な表現でね腕が吹き飛ぶとかいろいろありますけど。そういうのもなんかネットフリックスとかだとね表現できるってのはやっぱ嬉しいことですよね。いや本当に。あと斬撃の SE とかめっちゃ重そうですよね。そうね。音がすごく強いよね。そこはねもう戦うとそれも意識するとそれはねおのずとみんなね大きい声をどんどん出すような。でも楽しくやらさせていただきましたが、ハイボルテージです。そうでこれが終わった後のなんかいつものような丁々発信のやり取りっていうので、15年間の距離があったものが一気に縮まるっていうのも僕が好きなシーンなので、なるほど。この前後に見ていただきたいなと思います。交わった。でもう一つあるんですよ。ちょっともう一個見てください。こちらです。ねえじゃないですか。ねえや。2人が呪文に入るぞ。テリーマンポジション。毎回レイスの戦いの時からずっ技の解説と解説してくれてた。親切さ。テリーマンポジション。2人が戦い始める一番喋るのはガラです。そうなんです。そうなんですよ。リアクションと解説は大事だ。大事。本当に大事。霊は完成させているのか。究極の超破壊呪文を。説明してます。ダブルハロウィーンね。ここが僕は好きなんですよ。さよなら。これね。ここにじゃあこの後のね。ここまでか。この後。この後のねおしとのあたりにダークシュナイダーの優しさとかいろいろまた見えたりもするんですけども。さあここは僕はアーシェスネイそしてダークシュナイダーのある意味究極魔法。ハロウィンの打ち合い、これを私はもう一個選ばせていただいたんですけれども、さあお待たせしました、アーシェスネイさん。はい。今もう最後の最後、レディーの顔してらっしゃいましたね。そうなんですよ。どんな方ですか、ネイさん。ネイ自身は基本的にはすごくもう騎士というか、戦いに身を置いた女性なんで、部下もいるんで。なんかこう指示を出すような軍神のような風に見せてるんですけど、ダーシュがやっぱりいるとなんか心の奥底にずっと弱いよのお前は。何なんすか。今喋ってるでしょうが。女子よの今陽子ちゃんが喋ってるでしょ。ごめん。そうね、女性の部分のすごい弱いところがすごく見えるんですよ。エロいよね。いやそこたまんないんだよな。私なんか自分で13話見てなんか自分で喋ってるネイが喋ってるとこ見てちょっとなんか泣いちゃいましたもん。なんかこうダッシュに対してうわーってこうお前は許さないとかって言いながらモノローグではなんでもう来ないでとかって言ってて、そのシーンをなんか
なんですかギャップじゃないんだよな。なんだろう、本音と建前みたいなところが、もう逆になんかより女性らしいというか。切ないよね。そうなんですよ。なんかこう言えなくて。幸薄い系エロスっていうか何ですよね。あるよね。幸薄い系エロス。そう確かになんかあれがすごい胸が苦しかったですね。しかも強がってなおかつ前に進みたくないので進むためにブラフかましたね、ここにそうですね、アビゲールがぶち込まれてるアわけですよ。ビゲールのせいなんですよ。アキューズドぶち込まあれれてるわけですよ。で素直になれなかったの本当。無理やりぶち込まれてますよね。アキューズちょっと入れといたからサクッとちょっとおまけしといたからドいつもより多めに入れる。多めにね。よかったな。そして栄翔マニアでおなじみでございますが、松岡義嗣さん、ここのハロウィンのいや総裁はどうですか。そこはもう本当原作でも興奮したシーンですね。であとあの後のダークシュナイダーが最高にかっこいいんですよかね。っこいい。もうされてるから言ってもいいけどね。ねバシャねそうそうもうそうね。それで終わるんですもんね。ン。うそーってバシャン。いやもうで残されたネイのあの悲痛な感じといったらもうそうなんですよね。そうなんだよね。自分のために最愛の人がとかね、いろんなね。ね、やっぱねは確かになんかそういった業がいっぱいありますよね。入り口もやっぱね、ハーフエルフで迫害されたっていうところから始まってるし。なんかでもやっぱダーシュがそこで、まあ、ルーシェに言われてですけどこう気づいてくれたっていうのがなんか私はすごいなんか救われたというか悲しいけど嬉しい気持ちよかったねネイみたいな。見てって言われて。確かにそうだよね。どんどんそれでみんなが好きになっていったキャラでもあるし、杉田君は分かってくれると思うけど、当時の一番最初の頃のザ・ヒロインって考えたらシーラさんは清楚な感じでと思ったところに、褐色でこんなに素敵なキャラクターっていうのでなんか俺たちに新しい扉を開いてる。そうね、そもそも用語からして一人称僕だし、ああやって強くヒーローを叱りつけるみたいな感じで、なんかちょっと他と違う感じがしてね、でいろんなヒロイン格が出てくるんだよ。そういう時にやっぱり身内で仲間内で話す時に誰好きって言った時にネイっていうちょっとでもネイファン一番多かった気がする。結構世代が上の人に多かった。嬉しい。やっぱネイって言って人気キャラだ。そうそう。ネイは。ぜひねみんな何回も繰り返し見たらたまんねえって言ってください。お願いいたします。あとやっぱ声いいしね。そこなんですよ。一番はやっぱそこなんですよ。やべ同調させちゃったよ。ズズズイズイズイズズイズイ。じゃあ谷川さん次の分行きましょう。はい。じゃあ次僕のチョイスしたそうですね見どころシーンです。ということで VTR ダムド。オープニング。はい。オープニング丸ごと90秒。特にサビに入る時のサビ部分、オープニングでめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。そのやっぱ力入ってるんで、このオープニング見てもこの作品に引き込もうっていうものですから、一気にこのハイクオリティね、楽しないな。切に今の陽子とルーシェの手がチャって離れちゃうところがまたちょっとな切ねえな。忍者どんどん忍者入る。全然忍ぶ気のない忍者だからね。みんな丸出し忍者。マッチョ忍者。忍者史上一番マッチョな忍者ですよ。一番でかい忍者だ。もっと身軽に特化した方がいいんじゃないっていう。忍ぶが一番下手な忍者。忍べないってね。キャラクターたちが。ここの声が一瞬ダークシュナイダーにこのコールドレインのボーカルの方のサビのドア玉がなんか本当ダークシュナイダーの声に聞こえて、なおかつ膝を悪くしてに聞こえる。なんだけど全部英語歌詞なんだけど、膝を悪くしてって膝を悪くして膝悪いのダッシュ。ずっと空耳でなんか感じてたっていう。確かに。はい。なるほど、こちらのシーンを谷山さんに選んでいただきました。シーンと言いますかオープニングでございます。オープニング丸々もう本当。どうやら膝を悪くしたそうです。すみません、ただの空耳なんですけど、それも込みでね。いやでもオープニングすごいですよね。やっぱね、とても綺麗によく動くし、本当にこのスタッフの力量と全てここに注いでやろうっていうね。一枚一枚にもちゃんと意味を込めたところがね伝わるし、この
作品見ていくとここでなんでそうねさっきの手離れたとかなるほど。いろんな思わせ匂わせみたいなのがいっぱいありますからね。こちらの方も楽しみに見ていただければいいそうですね。僕はもうズバリこのオープニングまず見どころの一つとして取り上げたかったですね。わかります。ありがとうございます。他にもたくさん見どころはあるんですが、こちらのコーナーは一旦ここでおしまいということでございます。本編をね、ぜひぜひ深く深く皆さんにもチェックしていただきたいなと思います。以上、見どころ紹介でした。さあ、ここからは、台本をちゃんと読みます。男性諸君、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。ネットフリックス。本当だ。ここからはお待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。いいね。ここからはこんな企画をお届けします。谷山さん、コーナータイトルをお願いします。バスタードセクシートーク。台本これやってもらっていいですか。一応。みんな可愛い女の子は好きですか？セクシーな女の子は好きですか？なんだこれ。バスタートの魅力は何といっても魔法バトルとのキャラクター。これまでは魔法バトルやストーリーの見どころを語ってきましたが、ここからはキャラクターの魅力的なシーン、特に可愛くセクシーな女性キャラについて語り合いたいと思います。そんなね、一押しのセクシーシーンの中から僕たちのお眼鏡にかなったお眼鏡にかなったシーンを選んでみました。まずはこちらのシーンです。どうぞ。早く毒を吸い出した毒のやつだ。毒数。雷も落ちるわ。これはお叱りもういいんじゃない？このくらいのこのちっちゃい傷ならもういいんじゃない？いいんじゃない？やらんでも。なんかグーッと押したら出なかったのかな。こうやってね。ほらもうこれもう含みをまた。ダメだ。してないしてないしてないよ。ダメだ。まあそうか。ダメだ。ダメだ。いいですかこれ。言っちゃうよ。なんか危ない危ない言うとこだったから危ない危ない。ちょうどいいところで V が。V じゃないの。はいというわけでございまして、こちらのシーンは谷山さんが選んでくださったと。そうですね。ダムドということで。やめなさい。しょうがないですね。マノウォー。ああ大変だ大変だ。大変だ。これはもう完全にダブルミーニングというか、完全に確信犯的に含みを持たせているということでね。そう見えちゃうかな。やっぱちゃんと原作の方も見ると、そのように先生は書いてらっしゃる。もう忠実にアニメーション化しているということで、もう非常にこうスタッフの気概を感じる。カメラワークが気合入ってるなと思ったのは。映さなくてもいいはずなのにちゃんとシラ様のお尻がある。なるほど。これがやっぱセクシー、他にもいっぱいねセクシーのシーンありますけれども、一回ここに極まれる。興奮するね。一人違うベクトルで変なところで。やっぱやべえよ。やっぱちょっと人と違うんだよ。あダムドしてる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 。ダムド夜明け前。ダムド夜明け前。夜明け前。はいじゃあ次のシーンいきましょう。次のシーンはこちらです。さあなんだこれは。はいはいはい。おあ来たか。これやこれや。すやん。運命の第2巻。めちゃくちゃ喋るラーズ様ですね。ラーズさんがねもう見るに見かね。ラーズなんか喋る人形出してる。ああちょっと欲しいかも。欲しい。ずっとこちょこちょして。この家の習わしで命を救われた未婚の娘はその恩人にこんなにふんぞり返ったままこれ受け止められます？普通。さすがですねダークシュナイダー。さすが。美味しい。どういうアングルだよ。いいアングル。脇と胸の間から。あぎゃー。枕あぎゃされてたよね。あんなにねラーズが言ったのにね。そうですねあんなに言ったのに。罠だぞって。ね。絶対そうです。ああここでダメだ。もうダメなの？危ない。何ここで？まあここから先はね何回も繰り返し見ていただければと思います。見せろよ。はいこちらのシーンは誰が選んだんですか？はい。はい。マジ？全員？こんなことあるんですね。すごいね。すごい。違うのでこれさっき杉田君もね言ってた伝説のあれなんですよ。単行本でいうところのね。2巻。はい。
私当然バスタード全巻持っておりますし、ね、古のオタクとしては全部初版で買ってましたけれども、2巻だけ大体綺麗に1冊ずつこうしっかり閉じてるんですけど、2巻だけちょっとさって買ってるんですよ。見すぎてよく見たんですね。非常によく見た。何度もよく見た。結果しっかり閉じないでパッてなってます。買い直した買い直し2巻買い直したダビっちゃってね。そして逃げちゃダメですよ。よすぎさん、あなたもこれ選んでるんですよ。そうなんです。これどういったところがお気に入りされましたか？いや、ここはなんかエロスとギャグのシーンが面白く融合してるなと思って、ただ当時の松岡青少年は、大興奮でした。なるほどね。やっぱ2巻ファットなぐらい。あとなんかやっぱオチがつくじゃないですか。あ、そうだったのねっていうオチがつくので、ただこれを本当に週刊でやってた当時はどういう時代だったんだろうな。すげえよな。もう昭和とか平成とかあそこら辺って今考えるとカオスで。ギリ昭和だったから。昔の漫画なんて普通に出てました。もちろん。だってあれは連載当時だから普通に多分サラリーマンの方がね満員で今でこそスマホで漫画読むけどジャンプを読むなんて当たり前だったけど、バスタードだけ多分飛ばしただろうね。やべえ男作りしようってやっただろうね。あれは気まじいよね。開いてあれ出てきちゃっていけねえっつってラーズも突っ込んでたもんね。いや、そうなんですよ。そう有名なセリフ、少年漫画なんだぞ、まさかアニメなのにねっていうね、あれを言えるなんて当時の僕は全く知る由もないでしょ。確かに20年前の。一応こちらのセリフなんとアニメでどうするか悩んだが原作通りにしたと。一応このシーンあるんですか？ちょっとこれ見ます。ちょっと見ましょう。うわ、いい声。いや、すごいいいよ。これだわ。すげえいいよ。これだわ。ちゃんとオチがね、綺麗なオチがつきます。これだわ。もうラーズじゃっていうか松岡青少年の心、時の松岡青少年の心の叫び。すごい。だから多分よくあるのと一緒で、少年漫画なんだぞってなって。間からある種のこのメタ視点というか面白いですよね。こういうねこういうネタもいっぱい散りばめられてますので、ぜひこちらも見ていただきたいなと思います。さあ他にも可愛い女の子のシーンがいっぱいあります。私たちが被っちゃったんで、ここから先はスタッフセレクションです。こちらのシーンご覧いただきましょう。どうぞ。はい。監督のモチベーション。噂の監督が命を懸けたとおっしゃった。命を懸けた。その甲斐あってか凄まじいわやっぱり。ラーズちょっと喜んでないかも。いや喜んでますよ。ラーズ喜んで大歓喜ですよ。めっちゃ喜んでる。どっちなんだよ。やれだろ。来た。すごい。これさすがだ。すべての始まりといっても過言ではないですからね。もうすぐだぞ。ここ私正直ちょっと楽しく。伝説です。これはやってくれた。一体どんな感じなんだろうな、スライムって。ここまでだ。はい、ということでございまして、スタッフ代表として尾崎監督とプロデューサーからの注目シーン。はい。こっそり P の意見も入っております。やっぱり。監督と P がここっていうとはもう監督と P はここが作りたかったんだろうね。なるほどね。これが一番やりたかった。前回の特番でも軽く触れましたが、後にいろんな影響を与えた伝説のシーン。シャープ4は尾崎監督の渾身のコンテ、そして演出、作画も力が入っています。すごい入ってますよね。楠木陽子さん、楠木さんの熱演にも力。確かにな。頑張ってたよ、ともりるも。見えてしまうぞなどガラのいい感じのスケベ感のあるセリフ回しも素晴らしい。いや難しかったですね。頑張ってたよ、ガラも。難しかったですね。うまくできるかどうか不安です。いや、まああえて言わんけども。ごまんけども。まあこちらはね、でもまあ皆さんもまあ伝説となってますし、結構そのスライムでうんぬんっていうのは今でこそもう逆にもう使い古されたようにね、皆さんご覧になってるかもしれませんが、原点ここなんですよ。原点にして頂点です。本当です。ここから始まってみんな俺もスライムでいろいろやりてえっつって漫画家になったりアニメ化になったりしてます。なるほどな。はい、ぜひこちらの源流をねもう一度触れていただきたいなと思いますが、そして最後に本日の好意点である日笠さんに女性から見たダークシナイダーキュンキュンポイントのシーンを選んでいただきました。こちらご覧ください。
前のようなゲス野郎にちょっと真面目なシーン選んじゃったんですよ。なんか別いいよいいよのいいですか？繊細が生んだ私のようなハーフエルフいやいや石はいてって石はそこどれほどの思いをして生ひどきてきたかいな。お前には分かるまい。ちびっこの声もやらせていただきました。そっか。あ、達者だね。忘れたのか。あの時たまたま通りがかった俺のローブの裾を掴んだことを、そうだったんだなっていうね。それからの100年間今流行りのおじさおま前の安とちびっ住の地はこの俺だっただろう。親子ものみたいなのの原点もこれですね。まあ、なんそうなのか凄まじいレベルの光源氏かもしれないけれども。そうなんですよ。なんか一応セクシーではなくキュンキュンということだったんで、私が思うダッシュの男らしい部分、人として素敵な部分っていうところにキュンとしたのでこのシーンを選びました。まあダークシュナイダーずっけえのが、バトルで強いとかギャグではしゃぐはじけるとかはあるけど、決めるとこ決めるじゃない。そうなんですよ。ずるいですよね。これ谷川さんやってて楽しいところですか、ここは。楽しいというか、いややっぱダーシの中に、残るやっぱなんていうのかな、ネイに対するちゃんと親心があるっていうことですよね。やっぱね、ちゃんと自分の娘だと思ってる愛情というか。本当に心配して心から、あんだけ普段はね豪放来だっていうか、天上天下みたいな人なのに実際ちゃんと情みたいなのはあるっていうのをやっぱり俺もやっぱダッシュってそうなんだなって思いながら、そこはちょっとやっぱあったかく表現したかったかな、セリフで。ギャップの塊だけど成立してるっていうのがすごいですよね。そうだよね。すごい全部がピーキーなキャラなはずなのになんかまとまってるんですよね。なるほどね。でアーシス・ゼンに対してはちゃんと思いがあった、違和感も感じたからああいう風なね行動にも出たんだろうし、ですね。そこはちゃんとアーシスに対するぬくもりティをね。ぬくもりティを。そんな日本語ないんだよな。どうやって翻訳されるんだろう。ちゃんとこうぬくもりティじゃないですか。ふわっと気持ちに抱きながら口から出したという次第でございます。そしてここのシーンを選んだということはちゃんとそれが伝わっているということでございますね。なるほどね。いいよね、いいシーンだよね。よかったです。このシーンがあったおかげで今までのがねちょっとバランスが取れたような気がします。よかったよ。ご覧の通り随所に見逃せない、ちょっと台本おかしいな。随所に見逃せないセクシーシーンがたくさんあります。今のちげえだろ。ぜひ本編でご確認ください。以上バスタードセクシートークでした。はい、ここで初解禁となる情報をお伝えしましょう。後半第14話から第24話の配信日が決定しました。やった9月。気になる配信日は9月15日木曜日にネットフリックスにて全世界配信開始予定でございます。やったー。楽しみ。続きが気になるもん。頑張ったもん。それではここからは後半第14話から第24話のお話をしていきたいと思います。はい。後半はどんな物語になるのかと言いますと、原作もうこれ言っちゃいます。原作8巻闇の反逆軍団編までとなります。闇の反逆軍団編ということはあれとかこれとかあの人とかあの人とかがいっぱい出てきます。はい、ここで後半の24話ね、注目のポイント、こちらも見ていきたいと思います。場面写真がございますのでご覧ください。どうぞ。よいしょ。はい、どう。はい、これは私ガラでございますね。第18話のシーンでございます。ガラ VS リッチーという人が出てきます。はい。これ大変なんですよ。ダークナイダーとネイがちょっといろいろありまして、大変な時に強かったな。ガラさん頑張るしかないですね。でガラさん村雨あれですね、魔人剣新魔人剣ってありましたが、それ以外にもちょっとね実は妖刀村雨、妖刀というぐらいですから、なんかあるんですよ。そうですね。そちらの報道がここで見れますのでぜひ見ていただければなと思います。すっげえ頑張りました。かっこいいな。なんかこれやっぱ剣、僕中二病的な観点から言わせてもらうと魔法よりやっぱ剣だったんで、ドラクエ3でいうとやっぱ戦士とか勇者だったから、なんか剣を使う人ってかっこいいなって羨ましいなって思ってました。しかもガラは決して器用なタイプじゃないですからね。この剣一本でやる。村雨ブレード一本でこのなんか1.5化主義みたいなね。表現ができてればなと思いますので、ぜひこちらの18話もチェックしてください。お願いいたします。じゃあ続きましてこちら。
出るかな。出た。はい。やった20話変化。やばい。メダリーガー城内の地下通路、ネイ対アビゲイル。やっちゃった。ちなみにヨーコとラーズは見ています。何の注意書きそれは何もでだよ。きないからね。何の注意書きや。見てた。これはまあ見えちゃってるから書いてあるし言っちゃっていいでしょう。合体魔導王オメガアビゲイル一世。こちらはオメガアビゲイル合体の時に念仏みたいなのを唱えるシーンがある。最初はこれはオメガアビゲイル一世を呼び出す呪文ですっていうのを逆再生してくださいみたいな。なるほど。面白。だからあんま面白くないねみたいな。えってなって。面白って言っちゃったじゃん。何も用意してないのに。ひどい。君たちはあれかな、お母さんが晩ご飯何がいいって言ったら美味しいものって答えるタイプだろう。この野郎見てろよって言って出たのが本番のあれです。なるほど。聞きどころやね、それは見どころ。でこの時松岡さんラーズを見ていた。見ていました。特に何もするでもなく。まあ大体実況ですね。テリーマンポジ。テリーマンモノローグで実況。モノローグで実況ってことはダークシャナイダーがその場にいないってことは聞く人いないんですよ。そうなんです。勝手に思ってるって視聴者に優だけでね。しいってやつ。なるほどね。視聴者の方はね今回の実況役のラーズにも注目していただきたいなと思うところでございます。じゃあ続きましてこちら。はい、こちらはアビゲイル大活躍。いいな。造形で欲しいな。ダークシャナイダー VS アビゲイル最終決戦。これ長いんですって。結構長々の話数使ってやります。ありがとうございます。ずっと戦ってた。アビゲイルの狂気っぷり、長台詞オンパレード。ずっと言葉で殴り合ってた杉田さんと。ありがとうございます。で僕オメガアビゲイルの大好きポイントがこう引きだと分かりづらいですけど寄るとこれ胸の部分ロボットみたいなやつの胸の部分にアビゲイルの顔があるんですけどなぜか上下逆さまになってる。そうなんですよね。こうなってるんですよね。合体事故みたいになってる。それが俺結構好きなんですよね。でそこちゃんとそこ殴られるっていうここの戦いもねかなり本当クライマックスでございますからぜひ見ていただきたいしこれは谷山さんも相当出した。なんかずっと張ってたような気がする。だからそもそもでも1話からずっとダークシャナイダーって張ってない時の方が確かにそうだ。ここはねでも特に最終決戦だから杉田さんがアビゲイルがあんなことになっちゃってダーシュもやっぱそれなりの熱量で対峙しないとどうにもならんからやっぱ相当頑張った覚えはありますよね。毎週なんか気合い入れていってたような気がしますね。一緒にやっぱり収録できたんで。そう常にこう高まり合いながら。あったよね。相手の気持ち悪いところと気持ちよさそうなところを刺激し合うみたいな。なるほどね。いやこれはもう精神的な。私を挟んでしないでもらっていいですか。本当冥利に尽きるやつがね声優の。だから平たく言う大変だ。違います。違います。平たく言っただけだから平たく言ったらいいでしょ。ダメです。ごめんなさい。ダメでした。ちゃんと本当に悪々しいしおどろおどろしいしね。なんか一番なんか敵っぽかったというか。そうだね。なんか確かに。カルスよりよっぽどそう見える。いや全然。でもそこにもいろんなねことがあるんですね。もろもろそこら辺もね見ていただければなと思うので、14話から24話のこちらの後半の配信をぜひご期待ください。見応えすごいですよ。でここでお知らせでございます。谷山さんから情報お願いします。はい、まずは配信情報です。アニメバスタード暗黒の破壊神は現在ネットフリックスにて第1話から第13話が好評配信中。第14話から第24話は9月15日より全世界配信予定です。ぜひご覧ください。原作情報です。バスタード暗黒の破壊神原作コミックはジャンププラス、ヤンジャン、ゼブラックで話単位、コミックス単位で配信中です。フィギュア情報です。メディコスエンターテインメントよりフィギュア化計画が進行中です。まずはダークシュナイダーとアーシェス・ネイ、こちらの制作中の原型を公開します。かっこいい。いいですね。並べて飾らせてくれ。これは並べたいね。このクオリティまさにメガデス級。かっこよく仕上がっていますよ。はい。主題歌情報です。オープニングテーマを歌うコールドレインのブラッディパワーフェイムはデジタルシングルとして好評配信中。7月6日発売のアルバムノンネガティブに収録されています。エンディングテーマを歌うシエルのブレスレスもデジタルシングルとして好評配信中です。はい、最後に原画展情報です。
原作原画展バースタードエキシビションが開催中です。やった。100枚以上のモノクロカラー原稿展示をはじめ等身大陽子スタンディーパネルなど見どころ満載。スライムを持って駆けつけろ。嘘だ、ダメだ。原作とアニメそれぞれのイラストを使ったグッズを販売しております。購入特典で特製カードもプレゼントしております。ぜひチェックしてください。お願いいたします。以上お知らせでございました。アニメバスタード暗黒の破壊神アニメ配信開始記念特番、エンディングのお時間となってしまいました。さあというわけでございまして、皆さん楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございます。まあね、まだまだいくらでも喋りたいところでございますが、でも何よりね、みんなにやっぱ見てもらわないと、そうです。見たらみんなもいろいろ語りたくなると思うので、身内でお友達とかみんなで見てワイの語っていただければ嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ここでキャストを代表して私たちから番組をご覧の皆さんへのメッセージ、まず私からです。まあ長い時を経ましてね、またいろいろなことがあって数奇な縁で私もガラという素敵なキャラを演じさせていただいております。僕自身はとても嬉しく楽しく演じさせていただきましたが、見てる皆さんもですね同じ気持ちになってくださることが一番嬉しいので、ぜひぜひ見てお気に入りのシーンを見つけてダウンロードしてくださいよ。お願いします。今日はありがとうございました。続きまして松岡さん。はい、まあ本当にこうバスタードに出させていただいてっていうのもあるんですけども、まあ本当にこの作品はですね、またこの今のこうアニメの制作の技術、こういろんなこう SE であったり、こう作画であったり、こう CG であったりって、もうそれが今の大迫力でこう皆様の手元で見られるっていうのが、いや本当になんかいやこの時代生きててよかったなって思うのと、なんかこう皆様に本当になんかただエッチだけじゃないんです。本当に。もう笑いあり涙ありエッチありあとはこうコメディ、なんかもういろんな感情がもうないまぜになる作品なので、ぜひいろんな方々に見ていただきたいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では杉田さんお願いします。はい、アビゲイル役の杉田です。そうですね、今でこそその最強 VS 最強とかどっちが勝つんだとか、そういうね設定にすごい深掘りするようなものって結構見るんですけども、当時やっぱりその他と違う大人になったこう達人感みたいなものを出すのにやっぱりバスタードって結構選んだなって、それが30年ぐらい経ってアニメで自分が出ることになると、こんな嬉しい話じゃないですね。でも当時エキサイトしていた、ね、昔少年で今中年の君、このアニメはいいぞ僕もこうやって高まってるわけですよ、当時ゲームのコントローラー握って、魔法を詠唱する魔法陣の表現こうやって十字キーでめちゃくちゃ入れるんだみたいなあれを経てこのアニメに出てるんで、そういった思いっていうのがすごくアビゲイルの芝居に乗ってます。皆さんそれをこう感じ取ってもらえたら嬉しいなって。アニメバスタードよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では深澤さん。はい、ネイに関して言わせていただきますとですね、なんかこうネイってこう戦う女性かつこう愛を持って恋をする女性、なんか2つの面を持ってるんですけど、なんか今こう働く女性もすごく増えてる中でこうね、仕事と恋愛どっちなんだみたいな話とかもよくあったりすると思うんですけど、今後この14話なんかそれをひっくるめてネイがなんかこう女性のなんか今の在り方みたいなのをなんか体現してくれるシーンがあったりするので、ぜひぜひ1話から13話女性にも見ていただきたいですし、14話以降もぜひ見ていただきたいので、ぜひぜひ女性の方ぜひ見てください。エッチシーンだけじゃないんだぜ。ありがとうございました。ありがとうございます。99% 男子だろうからな女子に見てほしいよね。いや見てほしいね。女子にも絶対刺さります本当に。さあそして最後谷間さんお願いいたします。はい、かつての、僕ですね、谷山少年、中学生でしたけれども、やはりこのバスタード、ひいてはダークシュナイダーという強烈な主人公のキャラクターに、何か夢だとか希望とか、なんか心身ともに熱くなるようなものをですね、感じ取ったわけです。感じ、させてもらった、今度はですね、何の因果か私がダークシュナイダーを演じることになった以上ですね、世界中の、現代の青少年諸君の、夢や希望に、なれるように頑張っていきたいと、ダークシュナイダーを通して世界中のチェリーボーイの夢になりたいと思いますありがとうございます。アニメバスタード交互期待
まあ実際問題、谷山少年、安野少年、杉田少年、松岡少年は大学生で夢を馳せましたからね、事実そういった側面もあるかもしれません。ぜひぜひ楽しんでください。それではお時間が来てしまったようでございます。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。最後はですね、谷山さんに、とあるきっかけをね言っていただきまして、あれで終わりたいと思います。みんなでじゃあね、みんなでご唱和ください。わかりました。いきますよ。カメラあれかな。いくよ。はい、せーの。じゃあねー。バイバイ。見てよ。